渓流釣りファンの皆様、こんにちは。そして提灯浮き毛針釣りにご興味を持ってくださりありがとうございます。今日はですね、その提灯浮き毛針釣りの釣り方について説明したいと思います。提灯浮き毛針釣りですが、竿ですねと、浮きとですね、このね、沈む毛針だけのシンプルな道具です。移動の時は、提灯釣り全般に言えるんですけど、このようにですね、竿をですね1メーターぐらいに伸ばした状態っていうか、縮めた状態でですね、このようなコンパクトな状態で、移動します。移動時にですね、糸が長い普通の渓流釣りのですね仕掛けになってしまうと、竿がですねこの枝とかにね引っかかってしまって、ちょっとストレスを感じたり、ちょっと移動するのが大変になるんですが、提灯釣りは糸が短いのでコンパクトな状態で移動するので、そのようなストレスがなくてとてもいい仕掛けになっております。ポイントについたら、まずですね、だいたい狙いのポイントから4メーターぐらいですかね、離れた距離に立ちます。でその理由なんですけど、4メーターよりも近づいてしまうと、魚にね気づかれてしまうので、まずは狙いのポイントから4メーターぐらい離れた位置に立ちます。今そこのポイントを、攻めていこうと思うんですが、魚のほとんどはですねどこにいるかっていうと、だいたい底付近に定位していることが多いです。なのでですね、だいたい浮きから毛針のこの距離を水深やや短めぐらいにですね浮きの位置を調節します。でこれがですね長すぎると底引きずってしまうんですね。浮きは水面にいます。毛針はそこから宙吊りになった状態なんですけど、浮きと毛針の距離が離れすぎていると底を引きずっちゃうんで、うまく流せません。で毛針をですね底付近をずっとこうトレースしていきたいので、水深よりも若干短めぐらいに、この距離を調節します。でこの浮きのすごいところはですね、自由自在にこう距離をですねこう調整できるんですよね。浮き止めとかそういうパーツなしで、自由にこうやって、調整できます。今そこだとこれぐらいですかね。感覚あれば引きずらない状態でそこをトレースしてこれると思うんで、大体でいいんですけど、で位置が決まったらですね、この浮きのこのゴム管がね真ん中に、通ってるんですけど、ゴム管も穴が開いている位置と穴が閉じている位置があるんですね。でその穴が閉じているところにキュッとこうやって、糸を移動してあげればロックされます。浮きの位置が固定されました。これができるっていうのが、この浮きのすごいところなので、説明欄にですねリンクを貼ってあるんで、ちょっと確認していただければと思います。そしたら仕掛けの準備完了です。仕掛けをポイントへ運んでいきます。提灯釣りはこうやって投げたりしません。提灯釣りはですねこうやって竿をだんだん伸ばしていきまして、ポイントまで仕掛けを運んでいきます。4メーターぐらい伸ばして、狙いポイントの真上で仕掛けを落とします。ここではねかなり開けた場所なので問題にはならないんですけど、木の枝とかがたくさん生えているところが、こういった小さな渓流は多いですから、投げるとなるともうすぐ引っ掛けちゃってですね、もう釣りにならないんですね。ですごいストレスを感じてしまうんですけど、提灯釣りはこう投げないんで、
運んでいく釣りなんで、そういったトラブルがほとんどありません。あっちのね、今度もっと上流のポイント、ああいう狭いところを狙うのにすごく適した釣り方ですね。ああやって上に障害物があったりすると、糸が長いとですね、全然攻められないですね。竿もこんな高いところになっちゃって、この操作性がすごい悪いんですけど、提灯釣りならああいった狭いところもですね、こうやって落とすことが可能になります。ポイントを攻めていきたいと思います。で、浮きが今ちょっとずつ流れてると思うんですよね、水の流れに乗って。毛針がですね、そこを引きずって流れているっていうことじゃなくて、ちゃんと中層を漂いながら流れていると思うんで、浮きと毛針の距離はいい感じだと思いますね。で、長すぎると浮きがやっぱり止まってしまいます。流れに乗れずにね、毛針がね、そこを引っかかっちゃってしまってるんでしょうね。なので浮きが流れに乗ってるってことは、ちゃんと毛針が流れているよっていうことになっております。で、繰り返しですね、ポイントを攻めていきます。結構この釣りの場合、繰り返しやってもですね、魚出てくることが多いんですね。なのでもう無理だろうっていうぐらい流してあげればと思います。大体ね、どの釣りもそうなんですけど、白泡の、周辺に魚がいるんですが、白泡の周辺って流れが結構急なんですよね。なので毛針がですね、もうすごい勢いで流れていっちゃうんで、大体この白泡の流れのちょっと緩くなっている周辺を何度も、仕掛けを流していくっていう釣り方をします。で、イワナとかヤマメは岩の間とかでね、隠れていることが多いんで、そういった岩の周辺の流れの緩いところ、止まっているところだとちょっと自然に毛針を流すことができないのかなと思うんで、流れは止まっていないんだけど緩いところですねを狙っていきます。岩の下とかね、いいですね。ああいうところに結構魚は潜んでいますんで、こうやって繰り返し狙っていくという釣り方です。そんな難しくないんですよね。で、釣り終わったらですね、このまま移動してしまうと竿が長すぎてですね、障害物に絡まってしまったりするんで、移動するときは竿を畳んで、大体これぐらいですね。この状態でまた移動していくと。で、また狙いのポイントに着いたら4メーター離れて、ポイントで水深は違いますので、水深よりも若干この毛針と浮きの距離が短くなるように調整して、竿を伸ばしていって落として釣る、そういった釣りです。あとはですね、私の調光器、いろいろありますので、それ見ていただきながら、理解を深めていただければなと思います。この釣りはですね、トラブルなくよく釣れるっていう、仕掛けだと思っております。皆さんも参考にしていただけたらなと思います。もしですね、他に疑問点ございましたら、コメント欄にご質問をいただければなと思います。それでは皆さん、さようなら。